じゃあ行きます。柳さん、お疲れ様です。はいはい。今週も、谷中チャンネル始めたいと思います。どうですか、札幌移動してきて。とりあえず、ずーっと涼しいより寒い。昨日も寒い。今日も、昨日も今日も、嫌になるぐらいに寒い。そうです、こっちは。生命馬の時は。こっちはまだ暑いんですよ。涼しいじゃないんだよ。もう風も冷たいし、風も冷たいし、みんな結構厚手のジャンパー着てる人間もいるよ。あ、本当ですか。新潟なんか半袖暑がりがさすがに今日途中で参りましたっつって、参りましたっつって暑いジャンパー、暑い上着着たよ。昨日あ、そう。もだいたい20度から、21、2度ぐらいなんだけど、昨日は降んなかったけど、昨日は夕方降ったのかな。今日は長距離の時に結構降り始めて、風も冷たかったし、うん。まあ、あ馬にとってあの、はちょうどいいぐらいですかね。まあ、まあな、まあまあ、ずっと来てる馬はまあ変わんないわ。だから向こうから来た函館も気温はこっちよりも低いから、あれだけど、函館から来た馬とかは、もう、変わんないけど、美穂から来た馬なんかは結構頑張るかもしれない。美穂がどんなかわかんないけど、美穂とか立東とか、先週やってから今週入って、先週末に入って、来た馬には持ち直す時間としてはちょうどいいのか、まだ足んないのかはわかんないけど、うん。うん。持ち直すんじゃない向こうなんかで長期休みからすると。まあ、美穂なんかは、大体もう朝一に追い切りバーっと集中しちゃって、うん。もう8時ぐらいになると、もうそうだ馬がちょろちょろよ。っていつものパターンですね。もうみんな暑さ対策してます。札幌は暇だよ。本当に。どうせいないんですか？もう函館のが多いし、函館のが面白いな。長距離に関しては。あ、本当ですか。うん、見やすいし、近いから。うん。どうするのがいないんですか？昨日でだけど、200頭ぐらいじゃないかあ、追い切りがあ200頭。ったの。あれ、ちょっとイまあ、メージいなかっ少ない。たかな。う200ん。までいなかったと思う。意外と少本当ですか。ないんだよ。うん。うん。まあ、これから、数は増えたけど、数は先週の倍近くなったけど、まあ、使った馬置いとくとか、いろいろあったから。で、今日あたりだって、雨が降ってきたからあれだけど、まあまあ、暇だわ。うん。嫌になるぐらいに。まあ、今週はですね、クイーンステークス行われますけれど、いや、当たらんわ。もう最初からこれは当たらない。もなんかでも、クイーンステークスって最近パッと勝ち馬見たり、高走馬見たりすると、意外と人気どころで決まってるんだなっていうのがあって、そんなイメージが。結局、しっかりした馬が出てたっていうことはあったんだよ。軸としてね。だから、だったんじゃないかな。今年の場合は、権利がある馬がもう十何頭いるもん。だから、簡単な結果っていうのはあるよ。豊かの逃げで2番手が乗りで、ペースが上がらずそのまんまっていうパターンは、なきにしもあらずだけど、多分その辺が人気なんだけど、まあまあ、競馬は、北海道、6頭立て、7頭立てで、先週も、最終レースなんか8頭立てで、何万とかって出ちゃうし、まあ、偶然の決まり手が多すぎる。やっぱりね、道中動くもん。みんなからコーあスを考えて、ぐちゃぐちゃだもんな、そういう競馬は。それか、ガチガチ叩く収まるか。まあまあ、今週も未勝利以外のレースっていうのは、大概、頭数が7と8頭とか、そんなところで収まっちゃうから、ガチガチで決まるのか、大荒れか。大荒れっていうのはもう予測つかない。もう偶然だからな。だからクイーンも
結局可能性がある馬が多すぎる。可能性ですね。多すぎる。本当に。ちょっと印の順番をつけるとはちょっと難しい感じはし難しいよ。ますよね。まだ何も決めてないよ。だから、まあ、正直何でもいいんだよ。俺はもうやる前からもう、俺は白旗。当たらない。だから飛ばしてもいいし、いや、やらなくてもいいよ、これで。ここで。いや、なんわからんもん。かちょっと、一頭ずつなんかちょっと話しようと思うんですけれど、でも、札幌で見てるやつは言えるよ。札幌で見てるやつですか？だから、うん。だから参考になんねえだろ。そうですね。結構函館組が多いんですかね、こうやって見ると。まあ、でもずっと大体、まあこのレース、そうだな。うん。大概普通7-3ぐらいの割合だけど、札幌が3で函館7って、まあ、ここも3-7か4-6かっていうぐらいで函館のが多いしな。まあ、函館組のが人気になる馬が出てんじゃないかなって。まあ、でも、札幌組も頑張れるメンバーではあるけどね。頑張れるメンバーの札幌組で、例えば気になってる馬っていうのはどの馬なんでしょうか？いやいや、結構まあ人気になるとこ、とりあえずブーレブーっていうのは、はい。まあ、この間もすごく良かったんだけど、強かったしな。今回もいいよ。でもおそらはい。くこれ、ノリが乗るから、豊かの逃げだとしても、そこまでなんかブリブリ行きそうな馬がメンバーじゃないんでね。あとは行けばルージュ、ソリテールぐらいで、前目っていうのはいても、なんか、武豊のポジション競馬になるんじゃねえか。で、後ろにのりちゃんがビシッとついたらば、まくってくるとか変な流れになるのかならないのか。ならなければ、そのまんまってことを大ありだしな。それが一番、まあ、硬いっていうか取りやすいのかもしれない。ブーレブーなんかやっぱり前回強かったですし、いや、俺はその4番手ぐらいにしかつけなかったんだけど、実は馬券は必ずこの馬は勝ってたんだけど、一つは僕デビューからこの新聞時から見てるけど、この牧場のオーナーさんとかも話してても、大きいとこ取れるよなんてぐらいに言ってたんだよ。桜ぐらい。というのは俺、距離はそのマイルまでだななんて勝手に思ってたんだけど、この間見てると、そんなことはないなっていうのは改めて、思った次第であって、前回の勢いそのまんま残ってるしな。非常に素晴らしい登場であるし。すごく開幕週の芝がね、見た目に函館より良かったから、もう相当で時計が速くなんじゃないかなと思ったんよ。そんなに雨が降って影響があった馬場でも何でもなかったし、週中もね、先週。で、予想以上に時計かかってて、泥も跳ねたりして、で、乗り役のインタビューを聞きに行った人間に聞いたら、かなり、緩いですよっていうことで、なぜかなと思って、すぐ、札幌の情緒のところに話を、聞きに行った。情緒は造園家、馬場専門から上がっていった人間で、一切例年と変わったことはやってないと。時期的なもんなのか、何なのか、ちょっと判断つかないけど、全く同じあれでやってて、競馬始まる、一週間前に何日間前にジョッキーに乗ってもらったら、ジョッキーみんな下が柔らかい。まあ、クッションが効きすぎるっていう、いい意味ではね。そういうふうな話が出てたっていう話を。確かに、あの、ゆるい、ゆるい、ゆるかったし、どうなのかなと思ったら、今週も結構月曜、火曜と雨降ってる時間帯もあったし、今日も降ってたし、両馬場では行きそうなんでね、これ、土曜日の気温が最高が22、3度らしいけど、ずっと曇りマークで、まあまあ、カラッとしない感じですかね。まあ、1日2日はあったけど、まあそうだね、今週また日曜日でちょっと晴れま、天気予報では晴れのマークがでかかったら、日曜日は少し晴れるのかもしれない。雨予報は出てなかったんでね。まあ、両馬場だけど、パンパンの時計勝負とかっていう馬場にはならないのかなという気はするな。レコードが出るとかそんな感じではないし。まあ、先週あってでも1008で1分47秒台、8秒台っていうのがあったから、まあ、ここのメンバーだったら6秒の後半から7秒半ばぐらいの勝負になって、で、しかも結構上がりも、
かかりそうな馬場ではあるんだよね。かかってるんで、実際。で、もう、ぐちゃぐちゃなランペースにならなかったら前が圧倒的に強かったっていうのが先週の形。まあ、くだらない横道、話がずれたけど、まあ、そうだね。函館の海では、まあ、ブーレブーってすごくいいね。あとやってんのが、エラ島っていうのも、これも前回よりは上積みあるしね、札幌の芝生の方が走りがフィットしてるな。今週本おー、馬場でやったけど、うん。フィットしてた。よかったと思う。で、カテリーナも、落ちがない校長戦。で、ケリー・フレッド・アスクっての今日やったけど、これも今本当に絶好調だな。この間馬券とみんな取った人が多いかもしらんけど、絶好調。で、ココナッツ・ブラウン。やっぱり北海道に来ると戻るな。戻るなっていいね。そうなんです。うん、一つ、でも大人になった。あ、性格が本当ですか。全くおとなしい。これは、まあ、馬がもういいおばちゃんになってきたからだけど、体つきも体しっかりふっくらしてるし、フォームもちゃんとできてるし、北海道ならやっぱ走るわ。これ前目で競馬するからね。いいんじゃない？まあ、去で、年、うん。去年この馬激落ちしてて、いや、いつも毎うん、年このままもう今年で3年、三年、2年連続押してたから、去年、一昨年と。あ、どうですことですか。うで、ん、で、向こうに帰ると必ず買わないっていうパターンだったけどな。やっぱ滞在ですかね、でもこの札幌が、間、うん、東京を使った時に体減ってこなかったから、やっぱうん、り、うん、精神的にどっしりしたんだよ。これは今俺、今年この馬見てて、そう思った。やっぱり。馬変わったなって。いい意味でね。精神的には。ただ肉体的にはもう間違いなく、ピークが過ぎてるから、まあそこら辺は少し、どっちに取るのか。うん。あと、フェスティバルヒルって、北はい。海道にこの馬は初めて目の前で見て、いい馬だな。非常にあ伸びがあるフォームで走れるし、レベルはあるな。タイプはちょっとまだ何も調べてないから何とも言えないんだけど、距離は心配ない。うん。レベルはそこそこあると。重うん、賞取ってないよな。まだ。重賞が取った、ファあ、ンタジー、取ってんだ。はい、ファンタジーです。取ってんのか。そっかそっか。何か、専用か。まあ、ファンタジーは弱いメンバーがいつも集まるからあれだけど、この馬結構走るよ。おー、うん、いい、しっかりしたフォーム出してる。うん、まあ、コバの重賞戦線、1008ぐらいやったら全然やれる。あとは、ボンドガールは、はい。初めてだよ。普通の馬。うん、これ、見本にいるときはもう、100回乗れば100回引っかかるだろ？そうですね。今回は全然なんで、おとなしいんだよ。おとなしくて体も、見方によっては繁殖馬。繁殖になりたいのかな。ちょっと全然変わった。いい方に出るのか悪い方に出るのか、結果は全然あれだけど、見本とは、ひょっとしたらすごく馬がリラックスしていいのかもしれないしな。わかんない。わかんないけど、普通、全くうるさいとこなくて、普通に走れてるんだけど、迫力全く感じなくなっちゃった。うん。まあ、こんだけ、今言っただけだ。ボンドガールなんかまあまあ、ちょっとないよ。ないですかね。人気はうん。人気になるかなと思って。なんない。もうなんないですか。回らんよ。回んない。回んない。収集もまあつかんないよ。だから、あとはもう向こうにいるやつのエリカと黄金の空な。はい、そうこれですね。はやっぱりババ合うもんな。エリカ、黄金の空。あとはリラボニート、ルージュ。リラボニートもなんか調教の部位だけ見てると、なんか良さげで、ハンデ戦だったらちょっと触手向くけどな。なかなか足んないかもしれないけど。うん。あとルージュ。向こうはその4と、こっちはブーレブー、アスク、ココナッツのフェスティバル。8ついるわ。だからまあ、うんうん。その今、辺全部来たって、穴っていうか、荒れた穴じゃない、配当は別個として、荒れた馬が来たわけじゃねえもんね。そうです。うん。ポジション取りとか、動き方、バック順で、内側、なんか、手を取って挟むし、こんな難しいところで手を出したら取られるわ。ということで、あんまやんなきゃよって今週な、これ。
印のとこ順番はまだそれわからないですけど。全然決まってない。どれでもいいんだ。いや、正直。まあ、これからちょっと枠順とかも出る、枠順だけど、テスト確定が出るんで。前なりした、とっつぁん二人ですんなりだったら、それは背中が物を言うからね。他の連中がわーって4コーナーまで被してこらんないな気ばになれば、こんな簡単なもんかよっていうふうに決着ついちゃうこともあるしね。そう、やっぱり誰か、若手、向こう水のやつが4コーナーあたりでうおーって言っちゃって、競馬は面白いけどな。そうすると、意外と後ろからでがっつり間に合っちゃうっていう形にはなるだろうし。どう転ぶかは、その時の、枠とか流れと、その、ジョッキーの判断か、指示を出す調教師の判断か、または馬主の方からの判断かっていうのは、これは、何とも言えません。ということでね、一週間ぶりか、当たらないから、ここでおしまいというところで、参考に流す。ここでお知らせです。柳さんの最終結論は馬サブローで要チェック。コラムはもちろん、全レースの厳選された予想印がチェックできます。本命対抗だけでなく、馬券のヒントになる黒三角以下の印にもぜひご注目ください。馬サブロー紙面は関東の主要コンビニや東京、中山、福島競馬場で販売中ですが、販売エリア外の皆さんご安心を。馬サブローコンビニプリントなら北海道から沖縄まで日本全国お近くのコンビニですぐにご購入ができます。詳しくは下の概要欄のリンクから。じゃあ他のレースなんかありますか？もし他なんだよ札幌って本当になんか2歳馬とかってなんか評判になってる馬はいるんですか？2歳馬なし評判になってんのかな？函館組だよ。俺は函館で見せて、大竹厩舎の今週使うけど、はい。これはレベルはあるわ。これはレベルある合格点。中央場所に戻ったって立派に戦っていける。1008田中厩舎の広安厩舎だから人気なのかもわかんないけど、船、オンザボーとかって、まあ、そんなに入れるイメージ全くなかったしな、これも見てたけど。この辺が1、2番人気だけど、関西馬だったら、スワッグウォークっていう高いのか竹さんが乗るやつな。はい。スワッグウォーク。まあまあ、珍しくコントレールにしては、華奢っていうわけじゃないけど、速さがある馬なんでな。悪くないよ。全然悪くない。悪くないけど、あと関西で、俺函館で見せてボンジュールパリとか、加藤由紀の。はい、ボンジュールパリ。あとは、ワールドプレミアのロゼプレミアと、この辺も結構悪くないなと思ってた。だからこの辺勝負なんじゃない？あとはグラブザクラウンっていうのりちゃんが乗る。これは札幌にいるけど、これもレベルはまあまあ。ね、意外とじゃあ、メンバー的にはまあ1008はね、1008は、まあまあ、すぐ勝てる、1個勝てるっていう馬たちが揃ったし、ほぼはその中でも上のランクかなっていうふうに見てる。戦後はね、ここがちょっと危ないんだよな。ここは結構危ない。結構危ないっていうか。例えば、矢作厩舎、竹豊ジョッキが乗る、インワンズブラッドとか、このあたりは多分人気にはなる。ローレースの。調教だけ見てると、所詮走んのかいなっていう体つき。まず、瞬発力勝負にはない。そういう馬ではないなっていうのだけ。だから勝つとすると前から押し切るっていう形を取らざるを得ないと思う。でも、そんな感触はないな、俺は。荒れそうなレベルの馬たちだ。ちゃんのはいい雲がないよ。アワードリームスっていうの。ミクちゃんのアワードリームス？アワードリームス。これ実践タイプ、性格がいいわ。だから、競馬で、前で競馬して、意外といいかもわかんない。速さっていうか、軽いから、先に行けるだろうし、これだったら。まあ、先手必勝みたいな競馬で。全体のレベル、これから見てるとそこまでのレベルではないんでね。ジューンルルっていうのも一生懸命やってるから頑張れるかなっていうところはあるけれど、そこまで弾ける馬じゃないからな。
まあ関西のゆきちゃんのところの足利ね、シスキンなブルージェイっていうのも、これも結構函館で見てあれだったけど、悪くなかったから、ブルージェイ。全体は、あれパイはちょっと低めだね。パイは全体低めだけど、ビクトリーも結構面白いかもわかんない。ブルージェイなんか、美穂でも見てたけど、結構動きがすごく良かったので、軽い、うん。新馬向きは新馬向きだろうな。新馬向きって初戦向きって感じがするね。初戦向きって初戦から、まあまあ能力を出し切れる仕上がりと、正確な良さっていうのかな。それは、さっき言った小林俊美君もそうだけど。こっちは波乱含み一戦って感じですかね。うん。見て買おうかなっていう、まあ、なんとかいるけど、見て決めようか買おうかって、見てか、どうしようかななんて気になってる、まあ、なんとかいるけど、成績見るとあまりにもいけないんで。あれ、いいですよ。8レースの今、プーって開いてたら、グランセレストって単内乗るやつ。これは、竹内厩舎の。これは、ちょっと変わったな。グランセレクト。うん、これは結構頑張れるな。今の馬見ちゃうと。全然見本の時よりも一段ギアが上がってきた。こういうの分かればいいけどな。おう、土曜日の牝馬限定の一応クラス。ここは面白いんだよ。メンバーが結構揃ってるから。揃ってて難しい方が面白いからね。これはね、分からないんで。ちょっと難しいですよ。分からないっていうか、難しい。これはね、まあ3台のスピナートリートっていうのは、これは結構いい感じで出来上がってる。軸になるかどうか。まあ、犬棒は、これはスピーナーって数をで、犬棒は、たけしだから、まあまあ、犬棒って俺見てないけど、まあまあ戦後だったらね、当然一緒くらだったらいつでも勝てますよって感じだけど、もうここら辺がおそらく人気になるんだろうけど、アルディスティーノって横山、竜斗が乗る。同じ横山でも。これを安田厩舎の。はい。これがかなり良さげに見える。まあ、北海道、今回函館で来たけど、函館時よりは今回のが全然軽さが出てきてね、ちょっと馬の雰囲気も変わってるんで、これは買おうかなって、来るんじゃなくて買おうかなって思っている。多分軸はその犬坊か3台のスピナーリートっていうこれになるんだろうと思うけど。まあ、狙い化けを買うって言えば、RDST のこれからという感じですかね。シャキッとしないな、勝負しようなんて思うのは一個もいないよ、本当に今週は。やめようか。いや、なんだ、わかんねえの長い人もしょうがねえしな。まあ、買いたい馬もちょっと上げてもらってるんで、もうそれで十分ですけれど。何にもいいんだけど、まあいいや。まあ予想とかはまだこれからじゃないですか。まだちょっと時間が早い。全然、面白くないから、全然、土曜日のメインだけは、なんか明日俺、なんかグリーンチャンネルで、もうパリンチャンネルパソコンもやりたくねえんだけどよ。どうせ、なんか昼間、向こうがそっちの方が、昼間、競馬やってねえだろ？はい、やってないです。だから、なんか、先週あたり、他の津田とかなんとかでして、もう顔出しは俺絶対させねえから、なんか昼間5分ぐらい、メインレースとかなんとか土曜日喋ってくれって言って、柳川さんのグリーンチャンネルやってる時間帯の書き込みは結まあ、土曜日まで構多いです。気になった馬が一頭だけいて、林厩舎のデバイン、アドマイマーズ。林厩舎ってだったらほら、もう普段から見てっから、こっちに来てると、堀とかな。まあ、その辺は差がついてわかるけど、このデバインが、これはね、前から、思ってたけど、アドマイマーズの子は、やっぱり気性が強いから、激しいっていうか強いから、環境の変化っていうのは非常にいい、レースに変わる性質の馬であることは間違いない。で、アイスキー車は美穂でもそうだけど、北海道に来ても、最初に早い時出す前にみんな普通角馬場からコースに出るんだけど、函館は角馬場は意外と近くだから、角馬場の姿見てても馬の区別がつくんだけれど、いい悪いっていうのは。札幌の場合はなかなかそこまではちょっとつきにくいんだよな、双眼鏡見てても。で、ここの厩舎は、美穂でもそうだけど、コースを一周回ってくれるんだよ。キャンターまで、まあ、キャンター、ギャロップぐらいでパッと行って、で、早い時へ行くんだけど、一周一回りして、で目の前に来る一周目で本当に歩きで来てくれるから、よくわかるんだけど、
両とはやっぱり環境の違いっていうのが出てるんじゃないか。まあ、日本の時も、馬場入りしてもうるさかったけど、一つ言えるのは、林厩舎は6頭7頭のまとめでやるんだろ、それを。はい。こっちに来てこの馬1頭だけでやってるからそうなのかもしれない。そういったね、なるほど。はい。この馬は俺前から思ってたんだけど、やっぱり歩いててもいい歩き方ができなかったっていうのかな。どうしても肩が窮屈で、前のめりになるような感じで歩いてたのが、なんか全然違うんだよ。と思ったぐらいで。これは、まあ、どっちみち土曜のメインもハンデ戦だし、これ豊ちゃんのアロマなんとかっていうのが、おそらく被るって売れるんだろうけど、これ見てねえからわかんないけど、まあまあ、この間よりは多分上がってると思うよ。この間が、まだ伸びしろが良くなる余地があるような状態で使ってくれたから、いいんだけど、ここ2000メートルで前に行く馬がやたら多いんで、まあ、ディバインもある程度前に行くんだけどね、結構ねじり合いっていうか、タフな競馬になりそうなんだよな。ちょっと合ってんじゃねえかなっていうふうには思って、で、みんなバーって見ながら、ああ、これかと思ったから、5、6分で仕事っていうか予想は本命だけ決めて、それだけだ決まったのは。うん。もうじゃあ、でも一レースは予想は終わったんですね、もうこの時間で。うん。あとはダートの17の未勝利は、本命にする馬は決まってるけど、ダートの17あちこち動くから、だからそれは何とも言えない。本命決まってて、本命が、3、4頭いたから、それがぶつかってたらどっちか取るか分かんないし、まだそこも決めてねえや。まあでもディバインスターはおそらく人気もなさそうですし、まあ今ハンデが一応55キロでですね、最人気近ハンデのねえかも分かんないね。ちょっと今、敵はちょっとしてる。いや、来るんじゃなく、変わったらちょっと買ってみてなって、もうずっとテレビ、普段から見てるから、これなら走れてもおかしくなったら、やっぱり、自信があるわけでもなんでもないけどな。個人的に買ってみようかな。クイーンカップもな、黄金の空を本命にしたい気持ちはでもブーレブーなんだけどな。ブレブル。黄金の空は結構、美穂で見てた人間たちは印を打つと思います。うん。いいんじゃない？かなり具合がよく見えます。だから、美穂から札幌に来てくれればよかったんだけど、函館行っちまったから、なんとも言えない。だからまあ、そういう、そっちじゃなく、札幌で見てる方にしようかなというところで。はい。いや、もう今週はですね、もうちゃんとクイーンカップの。ダメだよ。なんもない。はい。いただきましたし。一つもないし。解体をいただいております。柳川さんの最終予想は、新聞かコンビニプリント。こちらの方でよろしくね。いや、それ、宣伝はするなって当たんねえんだから。いや、当たります。前回も2週前、函館2歳ステークスも、2歳ステークスも結構な反響がありました。いや、たまに当たったからで、今週はだから言っとくけど、当たらない。いや、大丈夫です。今週も当たります。柳川さんの今の勢いは本物です。間違ったらサイコロみたいなもんだから、で、気にじゃん。買わないよ。外れるところは。そうですね。当たるところで。まあ、とりあえず札幌も。当たるところ。はい。ないよ。札幌もしばらくやりたいとこねえな。2歳ステークスまでやめるか。2歳ステークスは。どこかで。先かどうかわかんない。2歳ステークスはちょっと真面目に取り込みよ。2歳ステークスはどうしても当てたいからな。ああ、そうですか。やっぱりこだわりがありますよ、2歳ステークスは。なんかやっぱり当てたいですよね、2歳ステークス。2歳ステークスだけはね。あとは、札幌記念だろう、なんだろう、どうでもいいよ。いや、一応、重賞の時はまたつなぎますので、すいません、準備は消しててください。じゃあ、今日は、はい、この辺りで終わりにしたいと思います。はい。お疲れ様でした。終わり。お疲れ様でした。はい、切るぞ。今週もご視聴いただきありがとうございました。久々の柳川チャンネルでしたね。札幌に場所が移りました。柳川さんのジャッジいかがでしたでしょうか。そんな柳川さんの競馬予想とコラムが読めるのは競馬新聞馬三郎です。合わせて全国のコンビニのマルチコピー機でご購入ができる馬三郎コンビニプリントもよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もお願いいたします。